こんにちは、ミッキーです。今回は2023年最新レポート池袋カフェ6000をご紹介していきます。ついに今年の6月、満を持して誕生するワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。豊島園の跡地に誕生するということもありまして、西武線の始発駅である池袋駅もハリーポッターの世界に生まれ変わり話題を集めました。今回はそんな駅の様子もご紹介しながら、街の注目カフェも続々とオープンしている池袋の魅力をお伝えしていきます。池袋に根付く老舗喫茶はもちろん、今年オープンしたばかりの人気店などを中心に池袋の魅力をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、早速2023年4月25日にリニューアルしたばかりの西武池袋線池袋駅の様子をご紹介していきます。この他にもこちら映しております通り、豊島園の駅もですね、リニューアルをしておりまして、今回6月に誕生しますワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターの世界に合わせた形で、こちら池袋駅と豊島園駅がリニューアルしております。こちらはハリーポッターの作品の中にも登場しますホグワーツ行きの発車駅でもあります9と4分の3番線がある舞台として知られていますイギリス・ロンドンにあるキングスクロス駅を参考にしているということでございまして、こちらの池袋駅から豊島園駅が主に発着します1、2番ホームの駅名をレンガ調に、駅サインもネイビーを基調に改修したということでございます。また随所に魔法使いやフクロウのイラストを施しておりまして、映画制作の魅力を堪能できるスタジオツアー東京への玄関口として皆様をお迎えしているということでございます。ちょっとですね、そのフクロウの様子とか魔法使いの様子とかがハリーポッター直という形じゃないので、なんとなくそのイメージに合ったようなイラストが採用されているのかなといったところでございまして、そういったところは版権の都合とかもあるのかなと思いました。今回豊島園の駅には行ってないんですけれども、そちら豊島園駅の方はホグワーツ魔法魔術学校へと続くホグズミート駅を彷彿とさせるような赤を基調とした様子になっているということでございますので、そちらもぜひ確認したいところですよね。またオープンの1ヶ月前の5月16日からは池袋から豊島園駅間をメインに運行しますハリーポッターの主要キャストをあしらったフルラッピング電車スタジオツアー東京エクスプレスも運行するということでございますので、そちらもとても楽しみですね。さて、ここからは通常通りカフェ紹介に参ります。まずご紹介しますのは、東池袋にあります2022年10月にオープンした自家焙煎コーヒー店、ルールコーヒー&ロースターズさんでございます。こちらは全国各地で厳選したフルーツに合うコーヒーを提供してくれるのが魅力的なお店でございまして、コーヒーは併設の焙煎機で丁寧に焙煎し、常時複数種類のシングルオリジンコーヒーがいただける魅力の店舗になっています。この日もコーヒーは朝入りから深入りまでラインナップされておりまして、カフェインフリーのコーヒーも提供されていましたので、カフェインを控えたいという方にもお勧めできるような、そんなコーヒー店でございました。こちらのお店はコーヒーの調達についてインスタグラム上で農園とのやり取りの様子も含めて詳細に記載がありますので、ぜひその魅力もインスタグラム上から確認していただければと思います。さらに同じくインスタグラム上ではコーヒーだけではなくてフルーツの魅力も紹介されています。残念ながら今回訪れた4月のタイミングではいただくことができなかったんですけども、フルーツサンドも大人気のメニューになっています。5月からはメロンを使ったフルーツサンドが提供されるということでございますので、ぜひそちらタイミングが合えば試してほしいなと思います。店主さんによると、そのフルーツサンドも季節ごとの特性を踏まえながら飽きが来ないように美味しいフードを提案しているということでございますので、今後もメニュー展開がとても楽しみですね。この日は朝に伺いまして、スパムホットサンドの平日セットをいただきました。こちらコーヒーと合わせて1150円でいただけるメニューになっています。こちらオープンしたのが昨年の10月なんですけれども、半年ぐらい経った今のタイミングでもすでに地域密着が根付き始めている様子でございまして、この日も常連さんが朝から何名かいらっしゃっていました。
続いては東池袋から池袋に足を運びまして、2020年7月に移転オープンしましたエッグ東京さんのご紹介をしていきます。こちら池袋駅にありますフクロウの様子を映しています。冒頭でハリーポッターをご紹介しましたけれども、こういったフクロウの土地というところもハリーポッターとゆかりがあるのかなといった印象です。こちらが今回ご紹介するエッグ東京になっていまして、実はエッグというお店は2005年にニューヨーク州のブルックリンに誕生したお店でございまして、こちら池袋の店舗は日本初進出店でございます。アメリカのカロライナ州やバージニア州を中心とした南部料理を提供してくれるお店でございまして、先ほど日本初進出と申し上げましたけれども、海外への初進出もこちら日本だということでございますね。品質にこだわった食材を責任を持って美味しく調理をお店のコンセプトとしておりまして、農園から仕入れた食材を使った数々のメニューを提供してくれます。お店の名前になっているエッグ、つまり卵の生産を行っているのは広島県の林ナチュラルファームさん。鶏たち自身の食と環境にこだわることで鶏の健康な状態を維持。平飼いでのびのびと育った鶏たちだからこそ美味しい卵を産んでくれ、栄養たっぷりの卵として提供していただくことができます。お店の入り口では卵の販売も行われていまして、こんな形で提供されていますので、ぜひ気になれた方はご自宅での卵料理にも使ってみてください。そしてメニューはこんな形になっていまして、先ほど申し上げた通りアメリカンな感じのメニューをいただくことができます。さらにイメージとしてはオールデイブレックファストということでございますので、一日を通してアメリカの朝ごはんらしいメニューをいただくことができます。もちろんプリンやチーズケーキなどのスイーツ類もありますし、あとはビールやワイン、ハイボールも提供されていますので、夜に訪れた場合にはこういった卵料理とかと合わせながらお酒を飲むこともできます。その中、この日となりましたのはスクランブルエッグとハッシュポテトというプレートメニューでございまして、トッピングでグリルベーコンをいただきました。今回いただいたプレートのようにそれぞれのメニューにグリルトマトやベーコン、ケールソテーやハッシュドポテトなどトッピングが可能でございますので、ぜひそれぞれのメニューにあなただけのトッピングを加えていただいて、オリジナルのメニューを工夫してみていただけるととてもいいかなと思います。続いてご紹介しますのは2023年2月に池袋サンシャインシティにオープンした昭和レトロな喫茶ピノキオでございます。こちらは大阪発祥の喫茶チェーンでございまして、コロナ禍を経て関東に続々とオープンする注目店でございます。実は喫茶店ピノキオさん自体が大阪で誕生したのも2021年1月と結構最近でございます。関西が中心ではあるものの、北海道から沖縄まで幅広く展開しておりまして、名古屋発祥の米田同様今後が楽しみになっていますね。特に注目すべきポイントは高コスパなランチメニュー。日替わりランチ800円で満足感たっぷりな量をいただくことができますので、平日のサラリーマンの方々はもちろん休日のお子さん連れにもおすすめなお店になっています。また店内の昭和レトロな雰囲気もとても味がある一方で、席の数も多いのでこじんまりとした喫茶店はハードルが高いという方にもお勧めできるような内装になっていました。残念ながら撮影は料理のみの手元限りでお見せできないんですけれども、ぜひともご自身の目で確かめていただきたいと思います。この日にいただきましたのも日替わりランチで月曜日だったので、ハンバーグと目玉焼き定食でございました。さらにメロンクリームソーダも添えたんですけれども、クリームソーダは今回頼んだメロン以外にもストロベリーやレモン、ブルーハワイもあったので、もし気になりましたらそちらも試していただけるととてもいいかなと思います。他にも喫茶店のメニューたくさんありますので、ランチタイム以外にもカフェタイムにスイーツを食べるために訪れてもとてもいいかなと思います。続いてご紹介しますのは2023年2月にグランドオープンしました新宿の大人気店舗オールシーズンズコーヒーの池袋店でございます。実は新宿の店舗も以前の動画でご紹介してますので、気になる方はそちらも確認していただければと思います。そちらの新宿の店舗はこじんまりとしたイメージの店舗だったんですけれども、池袋の店舗は大きな窓から差し込む光も魅力的な広々とした空間の店舗でございます。店員さんは新宿同様心地よく接してくれますので、リピートしたくなるような店舗になっていました。余談ではございますけれども、池袋のカフェは新宿の印象とは真逆で、どこも平均以上に接客がいい印象でございますので、安心して楽しめるかなとも思います。またこちらの店舗は場所的にも池袋駅周辺の雑踏を離れた少し閑静なエリアにありますので、ゆっくりと過ごせるような空間でもございました。こちら今回後でご紹介しますけれども、お店の一番の魅力はクラシックプリン。
特にカラメルソースが酸味のある唯一無二の味わいでございまして、プリン好きな方もそうでない方もぜひとも味わっていただきたいなと思います。どうやらカラメルにはきび砂糖を使用していまして、じっくりと焦がしているということでございますので、そういった工夫がこの味わいを実現しているようでございました。プリン自体も固めで食べ応えがありますので、ぜひコーヒーと合わせてじっくりと味わってほしいなと思います。またもう一つ忘れてはならないのがコーヒーでございます。コーヒーは先ほどご紹介しました新宿の焙煎機で丁寧に焙煎されたコーヒーでございまして、シングルオリジンを含めまして豆本来の味わいを感じることができるようなスペシャルティーコーヒーばかりでございますので、もし気に入られた方はご自宅用にも検討いただければと思います。また私の記憶が正しければクリームソーダを楽しめるのもここ池袋店だけの魅力だと思いますので、コーヒーが苦手な方はぜひクリームソーダも試してほしいです。続いては1976年オープンの老舗喫茶店コーヒー専門館伯爵の池袋北口店でございます。池袋周辺に展開しておりまして、今回ご紹介する池袋北口店の他に、こちらの伯爵さんは池袋東口店や巣鴨店、カフェドパリというブランドの池袋西口店もあるということでございます。店内は昭和のレトロさをゴージャスさを兼ね備えた特別な空間でございまして、他にはなかなか見ることができないような装いでございます。合計100席ありまして広々としていますので、休日にも比較的待ち時間少なく利用できる点もおすすめなポイントになっています。こんな形で様々なフードメニューが魅力的でございまして、なんとモーニングセットは朝7時から14時まで利用可能でございまして、トーストとサラダ、ゆで卵にドリンクがついた A セットは660円でいただくことができます。なので仕事前のサラリーマンの方々はもちろん、少し遅く起きた日のブランチにも利用をお勧めしたいお店になっています。こんな形で2階に上がっていただきますと、もうすでにゴージャスな感じが伝わってくれるかなと思います。またこのレトロな雰囲気もなかなか楽しむことができないような空間になっていますので、そういったところもおすすめですね。以前に新宿編でご紹介したようなレジンバラさんという喫茶店とか、あとはコーヒーセーブさんなんかともちょっと雰囲気似てるかなと思います。こちらが店内の様子になっていまして、ステンドガラスの感じとか、このいい意味で大げさな装飾なんかもまさに昔らしいような、なんかバブル期のような喫茶店なのかなというふうに感じています。席の形態としましても4人ぐらいでかけられる席もありますし、お一人様でカウンターっぽく楽しめるような席もありますので、そういったところもおすすめのポイントかなと思っています。で客層も本当に老若男女たくさんいたかなという感じですけれども、比較的喫茶店だからか若い女性陣というよりかはおじさまとかが多いような、そんな印象でもございました。このランプの様子とかもなかなか珍しいかなと思いますし、おそらくあまり馴染みがないだけで、もしかすると知っていただいた方は女性陣でも結構入ることができるかなと思っています。あと今映していますのが1テーブル限定のテレビゲーム台でございまして、こちらプレイすることもできるということでございますので、ぜひ気になる方はゲームを選んでいただいて、その中から試していただければと思います。今後ろで映っているのは麻雀のゲームだったかと思うんですけれども、これも確か複数種類のゲームから選べますので、そういったところも確認しながら試してほしいなというところです。あとこちら先ほどモーニングとかランチとか申し上げたんですけども、カフェのスイーツセットなんかもありますので、スイーツだけの利用でもとてもおすすめです。そしてこちら頼みましたのは今回ナポリタンセットでございます。で奥側に映していますのがオムライスセットでございまして、どちらも1000円以内でいただくことができるのがとてもおすすめなポイントですね。さらにオムライスセットにはサラダとドリンク、ナポリタンセットにはサラダとドリンクとスープがついてきますので、そういったところもとても高コスパなところなのかなと思っています。でこのセットに関しましてはランチタイムだけではなく夜の閉店の時間まで利用することができますので、仕事終わりにちょっと疲れて家でご飯を作るのはめんどくさいなという方に関しましても、こちらでこういったボリューミーなセットをいただくというのもとてもいい選択肢なのかなと思います。喫茶店なのでお酒の提供はないんですけれども、あまりアルコールを飲まれないという方に関しましてはとてもお勧めできるような空間かなというところです。ちなみにこちらで提供されているコーヒーは新宿区に根付いています山下コーヒーさんのものだということでございました。そして最後にご紹介しますのは2022年5月にニューオープンしましたサニーデイズプディングカフェでございます。こちらはプリンと店内のお花が素敵なカフェになっていまして、都会の慌ただしさの中でも癒しを与えられる花や緑の空間をイメージしているということでございます。こんな形で店内入っていただきますと、早速たくさんのお花に囲まれていまして、まさに映え空間ですね。
本当にお花の様子が伺えますので、そういったところもなんとなく心地よく過ごせるような空間になっているのかなと思っています。また、こちら、カウンターにもあります通り、充電のコンセントを利用ができますので、充電カフェとしても利用できる、そんな空間になっていました。また、こちらで提供されるプリンに関しましては、こういった形で瓶に詰めていただいて、お土産用にも買っていただくことができますので、もし店内でご飲食された後に、ご自宅用にお土産に買っていただきたいという方に関しましては、テイクアウトしていただくのもとてもおすすめかなといったところです。各種プリンに関しましても、固めと柔らかめで選ぶことができているというところで、本当にレパートリーもたくさんありますので、お好みをお伝えいただいて、気に入ったものを注文していただくととてもいいかなというところです。また、プリン以外にもトーストとかカルパッチョとかそういったメニューもありましたので、しょっぱい系のものをいただきたいという方にもおすすめですし、コーヒーメニュー以外にソフトドリンクも結構充実していましたので、いろんな用途で利用できるような、そんな店かなと思っています。また、プリンの空き瓶リユースといった取り組みも行っていましたので、空いた瓶を持ってきていただきますと割引が効いてプリンをいただくことができるかなというところです。さて、ここから席の様子をご紹介していくんですけれども、席は1階と2階と3階の屋上になっていまして、2階はこんな形になっています。こちらの店舗自体が池袋駅から8分ほど歩きますので、割と穴場な空間になっているのかなと思います。結構映えな空間なので、おそらく土日なんかは女性に人気かなと思うんですけども、カウンター席もありますので、私のように男性客の方が訪れていただいても、あまり気にすることなく過ごすことができるかなとも思っています。こんな形で、店内の至るところにはお花が飾られていますので、とても癒しの空間かなというところです。こちら3階の様子になっていまして、今回夜の様子を映しています。昼間の様子もおそらく素敵かなと思うんですけども、こんな感じで夜結構素敵な雰囲気になっていますので、夜少し早めにご飯を済ませていただいて、こちら9時までやっていますので、夜のテラスの空間でコーヒーとプリンを楽しむというのも一つの選択肢になるかなと思っています。そしてこちらメニュー映していますのがランチメニューですね。ランチメニューもパンやリゾットなどを中心に様々なメニューがありましたので、ランチタイムに訪れるというのも一つの選択肢になりそうです。また、スイーツメニューは今回ご紹介するプリン以外にもゼリーとかアボカドとかもありますので、ぜひ気になった方は注文してほしいです。また、コーヒーメニュー以外にも先ほど申し上げた通り、レモンソーダとか、あとは5色のクリームソーダなんかもありますので、気に入ったものを頼んでほしいですし、実はアルコール類も提供があったりというところです。結構ワインにもこだわりがあるのかなと思いましたので、その果実感試してほしいなと思います。その中、この日頼みましたのは白いプリンとワインプリン、そして飲むコーヒーゼリーのミルクとカフェオレでございます。今回注文しなかったんですけれども、基本となるのはレトロプリンでございます。飼料、水、腸内環境にまでこだわった昔の味卵を使用しているのがレトロプリン。濃厚な甘さに固めの食感が特徴でございまして、カラメルをかけることでよりコクのある味わいになるということでございました。一方で、こちら映しています今回いただいた白いプリンは、お米を食べて育ったという純国産鶏から生まれた桜米卵を使用しています。後味さっぱりで柔らかいプリンになっていまして、普段はラズベリーソースで味付けをしているということでございましたけれども、今回カラメルソースでいただきました。そのあたり気になる組み合わせがございましたら柔軟に対応いただけますので、そういったところもおすすめなポイントかなと思います。こちらワインプリンですね。プリンの外側にあるゼリーがですね、ワインのアルコールがちょっと詰まったような大人の味わいになってますので、ぜひ気になる方は注文してほしいなと思います。合わせていただきましたのは奥側に映っています飲むコーヒーゼリーでございます。飲むコーヒーゼリーはミルクとカフェオレの2種類がありまして、コーヒーゼリーに苦味が詰まっていますので、コーヒーゼリーの噛み方次第でその苦味を調整できるというとても不思議なドリンクになっていました。以上、今回は2023年最新レポート池袋カフェ6選をご紹介させていただきました。ハリーポッターの世界観、早速体験することができますので、こういった空間を味わうことで、6月のオープンもどんどん楽しみになるような、そんな空間になったかなと感じています。他にも今回ご紹介したカフェ、2022年とか2023年にオープンしたものがほとんどでございますので、もしかすると全然知らなかったなんて方もいるかなと思います。あとはですね、個人的にパート1でご紹介させていただきましたコーヒーバレーさんとか、パート2でご紹介させていただきましたマーメイドコーヒーさんなんかは、めちゃくちゃリピートしていますし、間違いないコーヒーの品質でございますので、コーヒー好きな方は以前の動画もぜひ参考にしていただいて、池袋のカフェ巡り充実させていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。